ホストクラブってこう何かこう女性の犠牲の上で売り上げとかが成り立ってんじゃないかみたいな、何かこう後ろ指刺されるような職種として見られがちだったんですけど、社長がそれがすごく嫌で。僕らは勝つまでやめないんですよ。それだけ健全にやって後ろ指刺されることなくやってますよっていうのをどうしても主張したかったんですよね。そうさん、今日は何やるんですか？今日は2023年度のローランド上半期の表彰式になります。去年でいうと1年を通しての年間の表彰式をさせていただいたんですけど、今回はその、観覧希望のお客様を実際にお迎えしての上半期ということでの表彰式が今日、これ行われる感じになっております。本当にこうライブイベントみたいな感じで行われるっていうのもあるんで、ちょっとそういうオペレーションっていうのがなんかこうホストクラブの内勤だとあんまり経験がないと思うんですけど、実際それをサポートスタッフとともに、我々が実際やるっていうところで、あたふたするところはあると思うんですけど、誠心誠意頑張ります。2018年第1位ローランド・プロデューサーです。おめでとうございますこれ今何してるんですか？これは上りを作ってますね。上り？はい、そのステージに上がるときにこう旗を持ってこう上がるみたいな。はい。これはなんで剥がしてるんですか？これは僕もなんで剥がしてるかよく分かってないです。そうなんです。これ自分のお店じゃないのに掃除するんですか？そうです。2時間前に早く来て。なんでですか？ここホストクラブじゃないじゃないですか。ここホストクラブじゃないですね。ただの本来お店の人がねやるべきことなんですけど、掃除組にはね人権ないんで。無事に、安全を第一に全うしたいと思います。教師会の岩敷陽香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広島から来ました。今日わざわざ。はい。あ、そうなんです。よろしくお願いします。怒っただけなんじゃとか言うんですか？いや言わないです。言わないですね。ジャー系の。そんなの使わないです。言わない？はい。本番にグループ発表にしましょうか。そしたら今の感じだとこれアナウンスで、総合全部あり。総合は全部コメントあります。総合全部10人言うの10人。総合売上は総合全員。10人喋らすの？10人喋らせなくていいの？え？
そこですか。長くねだって各店喋ってグループでも喋るじゃん。2回喋るじゃん。意味ないからさ、もう店舗の時はいいよ、一言。だって椿2回喋るよ。2回も喋れないでしょあいつ。あ、でも多分そうしないと喋れない。持たね結構ボリュームが多分足りなくなっちゃうから。じゃあ一瞬で終わるっすね、一瞬で終わるんでどうしましょうの話から、そしたらトップ10はコメント入れましょうかっていう。黒崎さんの開会の挨拶を熱く喋ってもらおう。10分ぐらいやってほしいな。10分って言ったら30分ぐらい喋りそうですよ。いやいいよ、だから10分以上喋ってもらって、各店の1位は重複しちゃうからカット。で冒頭の黒崎さんの挨拶ちょっと長めに欲しいです。10分ぐらい。今後の事業展開と、まあ総括と軽くその注意事項とあれ話して、注意事項必要な注意事項、上半期振り返り、で今後の事業展開、あとはまあその各店のまあなんかそのクラブに対してちょっと言及して、ってなったら冒頭で10分ぐらいないと。あれですか。本当ですか。いらないです。いらないです。尺的に持たないから。だから違うんですよ。早く終わったで。まあ10分ぐらいいけると思うんで。で俺が話した方がいい。なるほど。わかりました。ただ速攻椿さんに転換してもらって、今度はフルの55の10人で上がってもらってっていう感じになる。そこの転換だけはちょっとバタつくと思うから。 OK。すごくないこのスタッフ情報見ました？はい、ついてください。ちょっと見せてください。あ、そうだいぶ見ましたよ。いやでも皆さんたくさん努力してらっしゃるので、どうやって見つけこんな私が全く知らないのは絶対おかしいと思う。事前に調べてくれたってことですよね。なんかいろんな個人の SNS と YouTube 見させていただいて、元バンドマン、ボクシング、いや俺の知らないことまで知ってんだよな。個人の YouTube でおっしゃってました。だって徳川の空手5年とか俺初めて知ったもん。ただいまよりローランドグループによる2023年上半期表彰式を執り行います。もらっちゃって絶対。それをもう自ら促してください。いいですか？大丈夫ですか？ OK。はい、じゃあはい、サイン OK です。まあ合図多分分かりやすく出しますんで、その時に一回花火をやって、でその後に BGM 落として彼に喋らせてっていう感じにしたいと思います。わかりました。もう一回行きましょうか。じゃあそこまで行きましょう。はい、じゃあちょっと1位もう一回いきますね。じゃあ賞金パネルは誰か他のやつを常時いさせます。だからそのもらうのは今受け取ったら本人になって。じゃあ今までの流れちょっとしっかり把握してください。お願いします。ちょっと多少変更点あったと思うんですけど、皆さん対応よろしくお願いします。じゃあ本番が17時からですか？ホストクラブの表彰式ってなんでやるんですか？まあ頑張った人たちをこうまあ称える場所っていうところがモチベーションつながる。あそこに立ちてえなで頑張れたりするんで、うわああいう風にされたいなって多分未来の売れっ子たちに向けてのこうなんかまあいいモチベーションになるじゃないですか。あとはまあ僕のグループのスタッフたちはもう結構一般の層のファンの方たちも抱えてるんですよね。だからもう普段ホスト来たことない方たちもホスト来るきっかけ作りとして、まあ、こういうイベントをして知ってもらおうと。これ座席ってなんか違いあるんですか？これは普通のボックス席に関しては、今通ってくださってる指名がいるお客様たちで、ここのアリーナ席が、まだ来たことのない完全なるご新規様だから、まあこの中で何人かが、まあ、顧客になってくれたら嬉しいなっていうようなところもありますし、この取り組みをこう成功させられるかどうかは結構
大きいと思いますよ。結局これやることって正直リスクの方が大きいんですよ、主催する方は得策しなかったんですよ。ただ今回こう初めて一般の皆様招待させていただいて、こうやったこれの本当の意図ってホストクラブってこう何かこう女性の犠牲の上で売り上げとかが成り立ってんじゃないかみたいな、何かこう後ろ指刺されるような職種として見られがちだったんですけども、社長がそれがすごく嫌で、特にうちに関しては今までのイメージとは違った健全なエンターテインメントの接客業として提供しているホストクラブだっていう自負があったので、今回このような形を取りました。要はそれだけ健全にやって後ろ指刺されることなくやってますよっていうのをどうしても主張したかったんですよね。鬼ちっちゃかった。ギリ知ってますよ。いたっすよね。いたっすよね。そこでの人しか話さない。それ以外の人はコメントで。掲げて、そうで止まるで、こっちもで左手これが何番みたいな、ちょっとやって待ってちょっとやってみて、はい、そうで15秒ぐらい止まっててね絶対 OK でスピーチ OK。上半期表彰式の開会に先立ちまして、ローランドグループのトータルプロデューサー黒崎秀様より開会のご挨拶を頂戴したいと思います。黒崎秀トータルプロデューサー、壇上までお越しください。なんだトータルプロデューサーって。皆様、2023年度ローランドグループ上半期表彰式にご参加いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。で冒頭の黒崎さんの挨拶ちょっと長めに欲しいです。10分ぐらい。なんで冒頭で10分ぐらいないと。あるんすか。本当ですか。いらないです。私たちこのローランドグループというのは、ローランド社長の、信念でもある歴史は、学ぶものではなく作るものだということで、その信念をもとに今回このような運びをさせていただく形となりました。これも一重に、ここにいらっしゃる皆様のおかげだと思っておりますので、本当に改めて心より感謝申し上げます。以上をもちましてローランドグループ2023年上半期表彰式開幕します。黒崎秀トータルプロデューサー、ありがとうございました。めっちゃ巻いてません。いや俺黒崎と15分喋ってたのに。ここで桐生誠也さんとロマネさんによる特別プログラムを行います。桐生誠也さん、ロマネさん、壇上にお越しください。ロマネよっ出ないよ。ロマネはい、どうも皆さん、CV と、ロマネです。どうも、ようこそお越しくださいました。はい、言うとりますけどもね、今回ローランドグループ初めての表彰式ということで、皆さん楽しんでますか？盛り上がってますね。それではコントに入りますか。ショートコントね。はい、これ社長、おはようございます。おはようございます。今日機嫌いいですね。いつも機嫌悪いんだよ。いや、機嫌いい時の挨拶だ。おはようございます。おはようございます。社長って、まあもう偉人じゃないですか。まあね、控えめに言ってね。実際、一番好きな人って誰なんですか？それね、好きな人はローランド。自分か。まあそれはね。嫌いな人は
ローランドじゃない人、めちゃくちゃ自分好きじゃないか。好きな気温はローランド。結局何度だよ。好きなショップの名前はトゥモローランド。急に来たな、違うのが。アドリブがすごい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いやー、面白かったですね。お二人ともありがとうございます。続きまして、2023年上半期売上トップ10を発表させていただきます。第9位、ザ・シック、渡辺陽介福に。これよりトップ3の発表です。第3位、ザ・シック、ローランドグループのホスト界の歌舞伎町の時代を変えるのは他の誰でもない俺です。以上、ありがとうございました。続きまして第2位です。これはね、僕の力ではなく本当に僕を支えてくれてる、人たち全員で、掴み取ったものなので本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございました。栄えある第1位の発表です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、その南蛮からのかっけえスピーチがあると思いますんで、じゃあ、椿さん。30になる手前でホストクラブ、復帰しまして、やっぱりこう、世間は冷たかったですね。ホストは若いやつがやるやつだからとか、もうお前の時代じゃないとか、やり方が違うとか、整形顔とか、そういう、なかなか芽が出ずにずっと、踏ん張っていたんですけども、正直結果が出ないとこの世界は結果出したもんなんで、その一つの希望を持って、ずっと走り続けてきました。だから、そんなね、人たち、そして、配信を通してね、まだ自分と出会ってない人たちが、いるとしたら、まだ見るね、人たちがいるとしたら、自分に唯一足りない、最後4ヶ月間、自分に、力を貸してください。そして一緒に日本一やりましょう。はい、皆さん、お忙しい中、このようなイベントに来ていただきまして、本当にありがとうございます。中にはね、ホストでしょと、なんかちょっと怖いよね、そういった方々もいるかもしれないですけど、本当にね、みんな可愛いやつらなんですよ。たまに手がかかりすぎて、なんでこんなこともできないかなと、そういう時もありますけど、本当にひいき目に見てかもしれないですけど、すごい可愛いやつらなんですよ。だから今日ここの、イベントでなんかあの人素敵だなとか、この人応援してみたいなとか、なんかそういうふうに思ってくれる方がもしいたとしたら、こんな私なんて、こんな僕なんて敷居が高くていけないよって、そういう方がいるかもしれないですけど、
まあ騙されたと思って一回来てみてください。本当にいい子たちばっかりなんで、もちろん僕も指名できるんですけど、結構高いんであんまおすすめはしません。まあそんな感じでね、もう終わりみたいな感じの流れになるかなと思ったでしょ。まだ終わんないんですよね。授業計画の話させてください。大阪出店いたします。なんで拍手ありがとうございます。ありがとうございます。大阪出店するんですよ。まあね、どうなるかわかんないですけど、僕絶対ね、勝てる方法知ってるんですよ。ちょっとお兄さん立ってください。じゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけんポン。負けましたね。最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょう。もう一回やりましょう。最初はグー、じゃんけんポン。最初はグー、じゃんけんポン。これなんですよ。わかりますか？何のことかわからないですよね。じゃあ本当の勝ち方をしましょう。それは勝つまでやめねえことなんですよね。まあもしかしたら大阪行って苦戦するかもしれません。あそこのお兄さんのようにもしかしたら大阪強いかもしれません。でも僕はさっき言ったように絶対勝つ方法を知ってます。きっと勇士も知ってます。僕らは勝つまでやめないんですよ。だからここで断言します。大阪では絶対に僕らが勝ちます。本日はありがとうございました。